球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日は歴代植物怪獣最強ランキングトップ10。今後ロボット怪獣ランキングとか虫怪獣ランキングとかいろいろやっていこうと思うんですけど、まずは植物怪獣からいきます。今までたくさんの植物怪獣登場しましたけど、ガイアの新緑とかネオスのラフレシオンとか、植物に関係する能力は持っているんだけど体は植物ではないみたいな、そんな怪獣は今回は除外して体が植物もしくはそれに近い怪獣を対象にしました。考察はいつも通りこちらのルールにのっとって人気、知名度、個人的な好みは関係なく純粋な強さで順位をつけました。なんかわかんないんですけど、今日触手って言葉めっちゃ使いそう。それでは順位発表です。どうぞ。10位はザ・ウルトラマンの第25話に登場した毒花怪獣デスバラン。シンプルに体長が81メートルとでかいのでフィジカル面で優れています。人の神経を麻痺させる毒花粉をばらまいて、その人間を捕食するという地獄みたいな特徴を持っています。ジョーニアス戦でも毒花粉を吹きつけて触手で締め付けて、あのパワー戦士のジョーニアスですら力では脱出できないほどの力でした。相手がジョーニアスでなければもう少し活躍した可能性が高かったデスバランが10位にランクイン。9位はウルトラマン太郎第1話に登場した宇宙大怪獣アストロモンス。一般的に怪獣よりも強いとされる鳥獣よりもさらに強いとされる宇宙大怪獣ということで登場したこのアストロモンスなんですけど、設定負けせずに鳥獣オイルドリンカーに圧勝する実力を持っています。ムチのような右手、カマのような左手、腹部の鼻から出す溶解液が主な武器なんですけど、鼻の部分が口のようになっていて、そこから他の生物を捕食できるというグロい能力もあります。こう見えて高速で飛行することもできるアストロモンスが9位にランクイン。8位はウルトラマングレート第9話に登場した電脳プラントバイオス。超高性能コンピューターと高度な知性を持つ宇宙植物が融合した植物と機械のハイブリッド怪獣で、体長も80メートルあります。頭の良さやフィジカルに加えて腹部にはグレートすら麻痺させるほどの高圧電流が流れていたり、近接戦闘でもグレートと互角以上に戦えるほどの高い戦闘力を持っています。総合力が高くて一時はグレードをダウンさせるほどの力を持ったバイオスが8位にランクイン。7位はウルトラマンエース第12話に登場したサボテン鳥獣サボテンダー。全身のトゲをミサイルのように発射したり、超絶長いベロで相手の動きを封じたり、妖怪性の霧を吐くなどいろんな攻撃パターンがあります。危なくなると小さいサボテンになって逃げたり、体を丸くするサボテンボールという攻防一体の強力な技でエースを苦しめました。ちなみに太郎に登場した改造サボテンダーは設定上は強化されているらしいんですけど、戦闘シーンを見てもいまいち伝わってこないので今回はランク外です。6位はウルトラマンティガ第45話に登場した超古代植物ギジェラ。人間が吸い込むと麻薬のような効果がある悪魔のような花粉をまき散らして廃人のようにしてしまいます。戦闘力もかなり高くて、ガッツの助けが必要なほどに触手でティガを身動きが取れない状態に追い込んで苦しめました。対人類に対する脅威度であればもう少し上位にランクインするでしょうし、シンプルな戦闘力でも夜間ではなく日中だったらもっと強かった可能性もあるギジェラが6位にランクイン。5位はウルトラマン第31話に登場した吸血植物ケロニア。南米の吸血植物が意味がわからないぐらいに成長してしまった姿で、一応地球出身なのに UFO まで作って飛び回っていました。超能力を使えたり目から破壊光線を出すことができて、ウルトラマンのスペシウム光線をシカトできるほどの防御力もあります。近接戦闘での体術でもウルトラマンと互角レベルの実力があって、ウルトラマンを苦戦させてウルトラアタック光線という新しい必殺技を使わせるに至ったケロニアが5位にランクイン。4位は平成ウルトラセブンに登場した洗脳宇宙人バリエール星人。植物と動物の両方の特徴を併せ持つ宇宙人で、神経性のガスによって人間の記憶を消して上書きして洗脳したヤバいやつです。両手からミサイル、麻痺効果付きの花粉のようなビームを撃つことができるのに加えて、エメリウム光線を2発も受けても戦闘続行可能なほどの耐久力もあります。体術面でもセブンと渡り合えるほどの実力もあって総合力が高いです。
とんでもない計画で人類もセブンも両方苦しめたバリエル星人が4位にランクイン。3位はウルトラマンレオ第7話に登場した植物怪獣ケンドロス。ケンリンソウというヤバすぎる植物を武器にして戦う怪獣で、それをブーメランのように発射して攻撃したり、回転させてレオが立っていられないほどの突風を巻き起こしたり大暴れしました。それに加えて花粉やロケット弾、体当たり攻撃なども強力で、なんと一度レオを退けることに成功しています。あの有名なブーメランをただただ叩きつけられまくるという理不尽な特訓をする羽目になった原因を作った怪獣でもあるケンドロスが3位にランクイン。2位はウルトラマン USA に登場した植物怪獣グリーンショックス。 M78 星雲にある惑星ソーキン出身のソーキンモンスターのうちの1体で、半端じゃない生命力の強さと 100m を超える巨大な体を持っています。かなりパワーがあるはずのウルトラウーマンベスの動きを封じるレベルの強力な触手で動きを止めて、頭部に溜めてある溶解液で相手を溶かすコンボが非常に強力です。しかも体の一部が少しでも残っていれば破壊しても再生してしまうという厄介な特徴も持っていて、完全に破壊しなければ倒すことができません。ウルトラウーマンベスを苦しめたグリーンショックスが2位にランクイン。1位はウルトラマンダイナの劇場版に登場した超巨大植物獣クイーンモネナ。モネナ星人たちが自分たちの宇宙船と融合することで誕生した258メートルもの巨体を持つ怪獣です。12本もの触手を持っていて、それぞれから強力なデンタクルズボムという破壊光線を放つことができて、頭部から放つクラウンビームは周囲3キロの範囲を破壊できます。触手で捉えた相手を腹部にある謎の檻の中に閉じ込めて高圧電流を流す戦法が超強力で、ウルトラマンダイナのストロングタイプですら勝てませんでした。ウルトラマンティガとダイナが協力して倒すことができたクイーンモネナが1位でした。はい、という感じでした。正直2位から8位くらいまではあんまり差がないので、順位はそこまで気にしなくてはいいのかなという感じです。クイーンモネナはやっぱり強いですね。ウルトラマンデッカーでモネナ星人の再登場があったらキングモネナ出ませんかね。こんな感じで〇〇怪獣みたいなくくりでのランキングもシリーズ化していこうと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。さよなら。